んこんばんは。今日はこちらの被写体、東京駅ですね。東京駅でよく皆さん見ると思うんですけれども、地面に反射したリフレクションを撮影してみたいと思います。正面から撮ったりとかですね。あとはだいたい左右からこの下の映り込みを描けて皆さん撮影するんですけれども、こちらの反対側にも結構いらっしゃいますね。本日はこちらの角度から撮影していきたいと思います。そしてこの映り込みなんですけれども、角度によって水の溜まり方とかが様々になるので、水が割ときちんと溜まっているところは、今見ていただくようにきちんと映っているんですけれども、あまり水が溜まっていないような場所になってしまうと映らないんですね。なので、シャッタースピードを10秒ぐらいちょっと3秒でゆっくりと焼き付けていく感じで撮影をしていきたいと思います。どちらかというとこちらの方が人気みたいですね。皆さん角度的に多分背景との関係があると思うんですが、こちらの背景の方がおそらく綺麗ということで、こちら皆さん撮影している方がたくさんいらっしゃいます。今東京駅全体をちょっと映してみますと、こんな感じですね。ついでに反対側も撮っていきますが、こんな感じに一周なります。このようにですね、シャワーキャップを下に引いています。これでちょっと撮影していきたいと思います。実際に撮影をした写真を見ながら解説をしたいと思います。まず撮影のタイミングなんですけれども、ベストは金曜日の日没後から21時までの間の雨上がり10分以内です。ここは夏場のヒートアイランド対策として打ち水システムが稼働するために5ミリほどの深さを東京駅から皇居側に向かって流れるように作られています。なので時間が経ってしまうとこの水たまりが割とすぐになくなってしまうので、雨上がり直後の10分ぐらいが狙い目とも言われています。ちなみに丸の内のこの駅舎のライトアップというのは日没から21時まで徐々に暗くなっていきます。ブルーアワーで明るめがいい、もしくは暗めがいいのかは好みになるかと思います。ちなみに私が撮影をしたこの時は日没から30分後ぐらいに撮影をしていて、で雨が結構降っていたので、波紋が起きやすい状態で撮影をしています。雨が降っているとどうしてもその波紋で水面が揺らいでしまったり、雨粒がレンズについてしまったりするので、できれば雨上がり直後の方がベターと言われています。金曜日の21時までの雨上がり10分以内に偶然にも撮れた人はラッキーですし、時間に余裕がある方はぜひ狙ってみると良いかと思います。今度は反対側から写した写真になりますけれども、次ですね、設置ポジションですね。まず大きな水たまりを探して限りなく水面に近いアングルから狙うと良いかと思います。ここのスペース、駅前は公共区域のため三脚は基本禁止になっています。たまにミニ三脚で撮影をされていらっしゃる方がいますけれども、ここを巡回をしている方がいて注意しているシーンを目撃したりすることもあるので、基本ここは特に駅に向かってオフィス街の方々が歩いていくところでもありますし、観光客の方も多いところなので三脚は禁止となっています。そうなってくると手持ちで撮影をするか地面に直置きするしかないので、手持ちでもし撮影すると
ブレないようシャッタースピードを上げなくてはならないので、絞りを開いて ISO を高くするため、どうしても解像度も画質も落ちてしまいますし、歩いている人を映し込んでしまうということですね。なので、直置きがベストなのですけれども、濡らさないように工夫が必要になってきます。私は先ほど紹介しましたけども、シャワーキャップを下からかぶせて、レンズの下から、背面だとチルトの下に挟んでますけれども、見かけた方には多分何かの空き缶だと思うんですけど、缶みたいなのの蓋を逆さにして水面に埋まらないようにして、そしてその上にカメラを置いて撮影している方も見かけたんですけれども、それも明暗かなと思います。完全な上下2分割を狙うんであれば、若干下向きに微妙な角度をつけなければならないので、下に挟んでコントロールすると良いかと思います。この時は全然角度もつけずに本当に直置きで撮った場合なんですけれども、そうなってくると水面のこちらの方側が映り込みが足りないかなというふうになってくるので、少し角度を下向きにすると、ここのビルの部分もこの下の方に映って完全なる2分割になるかなと思います。3つ目のポイントなんですけれども、カメラの設定なんですが、綺麗な画質で解像度が高く人を消して撮るためには、ISO 感度と絞りの F 値とシャッタースピードのバランスが重要になってくるかと思います。ブレないように感度を上げてしまうと、こういう暗い一面のこういう夜空だったり、ここの床の方はあまり目立たないかもしれないんですけれども、とにかくこういう一面の暗いような部分が特にザラザラしたり、ブツブツしたり、ノイズが目立ってしまうので、ISO 感度は低くします。その代わりシャッタースピードは遅くなってしまうということですね。絞りなんですけれども、シャッタースピードを上げるために開いてしまうと、ピントの合う奥行きというのが浅くなって解像度も落ちてしまうので、絞りを若干絞って解像度が高い F8、11がベストになってきます。ここは F18 ですけれども、先の2枚ともは11で撮っています。この最後 F18、30秒で撮るとどうなるかなということでちょっと実験的に撮影したので、これはこちらとかに比べると解像度はアップにした時に落ちてると思います。シャッタースピードは ISO を低くして絞りを絞ってってなると、必然的にスローシャッターで撮っていかないとここまでの明るさが出てこなくなってきてしまうので、比べてみると F18 の時は30秒、F11 の時は15秒ですね。シャッタースピードは、日没後と21時だったり、空の明るさも駅舎の明るさもだんだんと日没後よりは21時の方が暗くなってくるので、共通の数値というのは明確ではないんですけれども、10秒以上はシャッタースピード稼がないと映りが暗くなってしまうと思うんですね。さらに、長秒による駅舎の明かりの白飛びを防ぐならば、ND フィルターをつけてコントロールすると良いかと思います。ただ雨が降っている場合は、長すぎても先ほどのものと比べると15秒であまり波紋がないので、割とすっきりとして映ってますが、30秒かけて撮ってしまった場合は、このようにも波紋がゆらゆらゆらっとなってきてしまって、歪んでしまうので、長すぎてもいいというわけではないのかなと思います。雨が降っている時の場合ですけれども、雨上がりだったら大丈夫かもしれませんね。あとは、速攻だったり、ホワイトバランスだったり、ピクチャーコントロール、ピクチャースタイルなどで色彩やシャープネスなどを調節すると良いかと思います。ちなみに私はこの3枚ともですね、速攻は富士フイルムでいうとアベレージ、他メーカーさんだと平均速攻というかと思うんですが、3枚とも平均で撮ってます。なぜかというと、夜空、こういう暗い部分とこの明るい部分ですね。その明暗差、白いのと黒いのが激しい時の場合は白飛びを防ぎたいな、こういうライトとかのこういう部分ですねを防ぎたいなと思ったので、あえて平均を選びました。評価速攻、マルチ速攻でもいいと思うんですけれども、アベレージでやるとあまり明暗差がないような感じに撮れるということですね。ただその分コントラストがあまりつかなくなってくるので、色が少し薄い感じになってくるので、サイドの方をちょっと高めにしています。そして3枚ともですね、夜空のこういうとこ見るとわかると思うんですが、電球で撮っています。
青いフィルターをかけることによって、肉眼で見たときもうちょっとここがオレンジだったり黄色だったりがもっと強い感じに出てるんですけれども、その青いフィルターで抑えられる感じになっています。クールな、都会的な感じに仕上げたいんだったら電球マークがいいかなと思いますが、この駅舎のヨーロッパな雰囲気をそのままで活かしたいというのであれば、オートで、夜空がグレーみたいにはなってしまうんですけれども、こちらを活かして撮ってみるのもいいかと思います。ここは好みになってくるかなと思います。そしてカラーをちょっと若干上げるということと、あとはシャープネスの方を強くプラス4にして、やはり建築物とかはシャープネスな感じを出したいので強めにしています。歩いている人というのは15秒かけているので、もう全く見えない、消えてしまっているんですけれども、ここにですね、お二人ちょっとずーっといらっしゃった方っていうのはどうしてもこう映り込んでしまうかなって感じですね。そして2枚目、最初の方こっちの角度から撮っていき、次にこっちに移動しているときにレンズにですね、水滴がついてしまったせいで、このような玉ボケのようなものが映ってしまったんですけれども、これはこれで良いのかなと思っています。この赤い部分っていうのはここの多分光ですよね。このブルーっていうのはこちら側の光が反射して、そしてかつ F18 で絞っているので、この絞りの形がこうできてきてますね。これはこれでありかなと思っています。ただやっぱり30秒かけると揺らいでしまって、ちょっと綺麗ではないかなって感じですね。ちなみに私の場合なんですけれども、ストラップをすぐに外せるようにカメラのストラップにフックをつけています。雨の時は濡れないようにカメラをバッグにすぐしまうため、ストラップを使うこともないですし、また直置きをする時も邪魔にならずに済むので、外せるようにすると便利です。あとは風が強い時に三脚に取り付けたりするとストラップがブラブラしてブレてしまうので、外せるようにアンカーリングにすると良いかなと思います。あとは主要レンズなんですけれども、液写と水鏡リフレクションの広がりを表現するのがここの醍醐味だと思うので、超広角か広角レンズが良いのではないかなと思います。